今回はサニタリーフロアのリペアです。床に開いた丸い穴、そこに丸い埋め木がしてあります。これは洗面化粧台の給水と排水の立ち上げの位置です。穴は埋め木で塞がれてはいるものの、段差もあり、隙間やバリもあるので、そちらを処理していきます。剥がれたフロアのシートをスクレーパーで削いでいきます。また埋め木自体も固定が甘く動くので、アルテコを注入して固めます。効果促進スプレーを吹いて効果を促進させます。図面の変更により位置を間違えて開けられてしまったようです。ただしここは洗面化粧台が置かれることによって完全に見えなくなってしまう場所です。これをリペアするのは、将来的にもし洗面化粧台を入れ替えることがあった場合に間違いが発覚することを防ぐためとのことでした。時間を置いてはみ出したアルテコをスクレーパーで削ぎ取ります。段差を解消するためにポリパテを打ち込んで平滑にしていきます。十分硬化させてからサンドペーパーで平滑にします。これだけ広い範囲になると一度でなかなか平らにはなりません。再度ポリパテを充填していきます。サンドペーパーで平滑にします。削りカスを掃除機で吸い取り、リキッドサンドペーパーで脱脂を兼ねた掃除もしていきます。サンジングスプレーを吹いて表面を整えます。細かな傷や巣穴などはハードワックスで埋めていきます。アクリル塗料を使いベースとなる色を作っていきます。白系の塗料の場合、白塗料に少しずつ色を足していく方が作りやすいです。
作った色をエアブラシに取り拭いていきます。パテの形をぼかす程度に拭きます。続いて筆を使い柄を描いていきます。描くというよりも色を置いていくといった感じでしょうか。筆目が濃くなったらエアブラシでぼかしていきます。これを交互に続けていきます。あまりしつこくならないようにとどめます。ツヤ調整スプレーを吹きます。こちらで完成です。翌日には洗面化粧台が置かれて全く見えなくなってしまいますが、いつの日か洗面化粧台を交換するとき、何事もなく過ぎてくれればと願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。LINE や Instagram ではイベント、レッスン情報、作業手順などを投稿しています。詳しくは概要欄をご覧ください。ありがとうございました。